さて皆様、なんかえらい酔いそうな映像とともに始まりましたが、いよいよ年末も平沢下戸または平の字です。ご無沙汰しております。学生の方とかだと、いよいよ卒業制作に大詰め、ということもあるかもしれません。皆さんはかどってらっしゃるでしょうか。そんな方にももしかしたらお役に立てるかもしれない。そんなわけで、今回、楽しい建物ジェネレータの大型アップデートを行うこととしました。現在背景に流れているいろんな映像、それがその目玉です。つまり、内部空間を建物ジェネレータで制作するためのユーティリティを整備した、そういうことです。本映像はそのチュートリアルになります。ちょっと文書だけだと説明がわかりにくいんじゃないかな。ということで、内部空間を作るための一連の作業を解説付き動画としました。かなり長くなってしまうと思いますが、皆さんのお役に立てれば嬉しいです。なお、この動画はブレンダーチュートリアル、写真1枚から建物アセットを作ろう、楽しい建物ジェネレーター紹介の続きの動画になります。前回作ったアセットを使用しますので、前回の動画を履修された方はそれをご用意ください。自分で作ったアセット等でも構いません。また、こちらのチュートリアルは、楽しい建物ジェネレータを用いたものになりますので、これが必要になります。ブースとガムロードで販売中です。買ってない方にはお役に立てないかもしれませんが、建物の内部空間を作る作り方の一つとしてご参考になれば幸いです。さて、それでは早速始めていきましょう。動画全体の構成はこんな感じ。まず、建物の内部空間を作るための最低条件を抽出。次に建物の外交アセットを内部空間を作れるものに修正。最後にジェネレータを使って建物の内部空間を作っていくデモという流れになります。さて、まずは内部空間を作るというのがどういうことか、それについて整理することで、最低限内部空間が成立するための条件を抽出してみたいと思います。まず、こんな感じの平面図で表現される建物をイメージしてみてください。えらく適当な図面ですが、思考整理のためのものなのであまり気にしないように。まずは、面の裏表に関する整理です。外側から見て成立している建物を作る場合、私たちはこのような視点を意識してアセットパーツを制作しました。つまり、外壁面モジュールの表面、そして、外から見て凸になっている角を制作すれば、外壁面を制作できる、そういうことでした。しかし、ではここで内部空間がある、と考えた場合、どういう視点を想定すればいいでしょうか。まず外壁面について、裏側からも見る視点がある、ということに気づくと思います。また、内側から見て凸、つまり外から見て横角の位置も制作しなければいけないということもわかると思います。次に、外壁と内壁についてです。こちらに示すように、建物の内部空間は内壁と外壁によって囲われることで、部屋空間が形成されます。また、外壁と同様、内壁にも裏表があり、したがって裏表双方の面と、凹凸双方の角が存在しなければいけない、ということも同様にわかると思います。また、内壁は少なくとも、扉のある内壁と、扉のない内壁の2種類が必要です。さもなければ部屋間の移動ができないですよね。さて、最後に建物の階層構造と階段についてです。建物は多くの場合、階層性を持ちます。建物を作るといった場合、その階層構造を再現できることが必要になります。また、階層間の移動をするためには階段が必要です。階段は内部空間においてはハイライトともなりますので、ぜひともこれを気軽かつ美しくできる方法が欲しいものですね。以上まとめるとこんなところですね。細かいことを言うともっといろいろあるでしょうが、最低限これがあれば、内部空間らしいものを制作できる、そう言えるのではないでしょうか。と、ここまで言うだけなら簡単なわけですが、これだけだと実際に作るイメージはまだ湧きませんよね。そんなわけで、まずはアセットを外交用から内部空間が成立していくものにするために修正、あるいはアセットによっては新しく作っていきましょう。前制作したアセットの BLEND ファイルを開きます。このように、アセットは壁面オブジェクトと角オブジェクトが存在し、これらが地上階、中間階、最上階にそれぞれ分かれた状態になっていると思います。さて、ではまずこれらを内部空間用に改造していくわけですが、まずはちょっと前のアセットを修正してください。
前の解説だと、このように、ただ画像テクスチャがベースカラーとバンプにつながれている状態でした。この状態だと UV マップの指定がされていないので、まずこちらを修正します。まず、最上部メニューの編集、プリファレンスからアドオンの項目を選択し、右上の検索ボックスで WRA と打って出てくるノードラングラーを有効化しておいてください。こちらはノードを入力する際にショートカットを可能にしてくれるアドオンです。そうしたら、画像テクスチャを選択し、コントロール T と入力して、画像テクスチャに対して UV マッピング元のベクトルを指定します。UV マップの名前を指定しておきたいので、ここに Shift+A でノードの新規作成、検索ボックスで UV と打って、UV マップノードを呼び出してください。UV マップの参照元をプルダウンメニューから指定します。そうしたら、このノードから出てる UV をマッピングノードのベクトルに接続してください。マッピング元 UV の指定はこれで完了です。特に外見に変化はないのですが、明示的にしておいた方が後々の制作に便利です。これができたらこちらを保存しておいてください。さて、前段階はこちらで終了。いよいよ内部空間用にアセットを修正していきます。バリエーションアセットのうち中間階、最上階はコピペで制作しているので、こちらの2つはまず削除しておきましょうか。そうしたら内部空間を制作するためにテクスチャが必要なので、今回はおなじみポリヘブンからダウンロードしましょうか。こちらのサイトの素材はすべて CC0 なので、利用方法に特に制限がかけられていないのが利点ですね。さて、ではテクスチャをダウンロードしましょう。まずはテクスチャ、ウッドの項目から、ウッドテーブル001を選択しましょうか。プルダウンメニューから ZIP ファイルを選択して適当なフォルダにダウンロードしておきましょう。そうしたら、次はフロアの項目からタイルドフロア001を選択し、こちらも同様に適当なフォルダにダウンロードしておきましょうか。これらの ZIP ファイルは解凍しておいてください。では、ブレンダーに戻り、アセットを制作しているブレンドファイルに戻ってください。まずアペンドを選択し、先ほどダウンロードしたマテリアルのファイルからブレンドファイルを選択して、マテリアルの項目から該当するマテリアルを呼び出しておいてください。2つ目のマテリアルも同様に呼び出しておきましょう。呼び出したマテリアルは、アウトライナーからプルダウンメニューでアウトライナーを選択し、マテリアルの項目から確認できます。アウトライナーの表示をビューレイヤーに戻しましょう。まず、前回はガラスより奥の面を制作することで内部空間がないことをごまかすという手法をとっていたので、この面を削除します。採用の面をすべて選択し、削除してください。削除の項目で頂点を選択し、窓面より奥の側面も合わせて消去します。それにより、壁面の裏側に対しても窓ガラス面が露出する形になりました。そうしたら、壁面の表面から窓枠のうち X 方向に向いた面を Shift+G の類似選択の同一平面上、等で全て選択してください。類似選択で窓ガラスも一緒に選択されてしまうときは、左下のプルダウンメニューから選択の式位置を変更しましょう。そうしたら、Shift+D、右クリックで同一の場所に選択したメッシュをコピーし、E で X- 方向に向けて押し出しを行います。押し出しができたら、S、X と入力して、X 方向のサイズをマイナスに振ることで凹凸を反転させ、窓の外枠と内枠を正しい位置に持っていきます。なお、動画では調整していないのですが、これによって面が反転してしまうので反転修正をここで行っておく方がスマートかと思います。そうしたら、ピボットポイントを頂点に変更した状態でメッシュオブジェクトの一番上の辺を選択し、E、X と入力して X- 方向に向けて押し出しを行ってください。動画では窓より幅方向に外側の辺だけで押し出しを行っています。それができたら、今度は E、Z と入力して窓枠に合わせた高さで縦方向に押し出しを行います。次は適宜辺を選択し、押し出しを行うことで窓の上部下部と残った面を埋めていきます。それができたら、次は壁にディテールを追加していきます。必ずしも動画のように作る必要はありませんが、壁面内側にも情報量を確保することを考えていきましょう。壁面内側の面すべてを選択し、I で細めに面差し込みを行います。左下のプルダウンメニューから個別を選択して、個々の面に対して面差し込みを行うようにしましょう。もう一度 I で面差し込みを行います。この際、
ある程度厚めに差し込みを行っておく方が見栄えが良くなると思います。選択状態を解除しないまま G、X と入力して壁の外側方向に向かって面を移動します。もう一度 E で押し出しを行っておきましょうか。材質を設定するのをうっかり忘れていたので、ここで設定を行っておきましょうか。まず窓以外の壁面内側すべてを選択します。マテリアルプロパティから3つ目のマテリアルスロットを作成し、ここに先ほどアペンドした木材マテリアルを割り当てます。適用を押すと選択した面すべてにマテリアルが適用されますが、今のままだとちょっとマッピングがおかしいのではないかと思います。そこで UV の編集を行っていきます。UV 編集ワークスペースに移動しましょう。Z を入力してマテリアルプレビューを選択しましょう。裏面に回ると先ほど編集していた壁面内側を確認できます。UV エディタ上で木材画像テクスチャを表示しておきましょう。試しに UV メニューから UV 展開を選択してみますが、このままだとちょっと奇妙な結果になっていますね。これだとよろしくないので、選択した面にシームを入れていきます。壁面内側の面すべてを選択しておいた状態で、2を入力して選択モードを辺に移行し、右クリックメニューからシームをマークを選択して、選択した部位すべての辺にシームを入れます。選択メニューから辺の鋭さで選択を選ぶ方がいいかもしれません。そうしたら UV メニューから UV 展開を選択します。すると左側の UV エディタ画面にそれぞれの面が展開されたのが見て取れると思います。メッシュの長手方向にキメが伸びるようにしておきたいので、UV エディタ上で横長になってる面はすべて選択し、R90 と入力して90度回転しておきます。一旦マテリアルプレビューを確認し、違和感のある面は修正しておきましょう。これでだいぶ良さそうな感じにはなってきましたが、よく考えると壁の内側は窓枠より内側の方が良さそうですね。というわけで、Shift G の類似選択で同一マテリアルすべてを選択し、E で押し出しを行っておきましょうか。押し出した側面にも木材マテリアルを設定しておきましょうか。こちらも UV メニューから UV 展開を行い、メッシュエディタ上で横長になってる面は R90 で90度回転しておきましょう。壁の端部の面はとりあえず削除しておいてください。とりあえず、これで外壁内部の1枚分は完成です。ちょっとこのディテールはどうなのと思わないでもないですが、まあとりあえずこれでよしとしてください。皆さんのセンスが問われるところではあるので、自分で作るときはいい感じのディテールを研究するとよりモデリングにオリジナリティが出せるかもしれません。さて、では他のアセットに移っていきましょう。前のチュートリアルと同様、基本的にやることは壁アセット間で変わらないので、ここは早送りとさせてください。なお、できるだけ階層間で窓枠や壁の X 方向の位置が一致するように調整しておいた方が後々の都合がいいと思います。さて、ここからも順番は若干前後しますが基本は同じですね。メッシュ押し出しを行い、壁面内側を埋めていきましょう。それができたらマテリアルスロットを増やし、壁面内側に木材マテリアルを割り当てます。その後、I で面差し込みを行い、E、X で X 方向に移動、などで先ほどと同様のディテールを作成していきます。この後の流れも先ほどと同様で、シームをマークして UV 展開を行い、UV エディタ上で向きを揃えます。最上階壁面のアセットも先ほど2つと基本は同じです。先ほどの流れを繰り返しましょう。ただし、壁面の分割に対して注意が必要です。前回のチュートリアルで作成した最上階アセットは2層分を1層にまとめたアセットになっているので、層の切り替わりに面の切り替わりが来るように注意しましょう。また、最上階アセットはパラペット部分すなわち壁面が屋上に張り出している部分も含むので、これにも注意して面を割っていきます。そうしたら、壁面のうち屋内に当たる部分だけを選択し、マテリアルスロットを増やして木材マテリアルを適用します。この後も同様で、I で面差し込み、G、X で移動、E で押し出し、でディテールを作成し、
辺に対してシームをマークして、UV 展開を行います。自然な木目になるように UV を修正しましょう。動画微妙にミスってますがあまり気にしないように、自分が自然と思う木目が出るようにしてください。さて、これで最上階アセットは終わり。ラスト、扉アセットになります。まずは今まで通り、窓内側の面を消して、窓面が壁面内側に対して露出するようにしてください。それができたら窓枠、扉枠の内 X に向いてる面を Shift-D でコピーし、S、X で凹凸を反転させて、向きを自然になるように調整します。迷うところですが、扉アセットに関しては、外側壁面と内側壁面が同じディテールになるようにしようと思います。Shift-G の類似選択。同一平面上によって壁面のメッシュをすべて選択し、Shift-D でコピー、E で押し出しを行うことで壁面に厚みを持たせてください。このオブジェクトの場合、壁面下部が揃っていないので、こちらも合わせて壁面内側を構成するように修正しましょう。さて、これで外壁面アセットの修正は完了です。次は内側角オブジェクトの作成を行っていきます。デフォルトの壁面オブジェクトを選択した状態で、ツールシェルフ、ビューの 3D カーソルから 3D カーソルの位置をオブジェクト原点から X 方向に 0.5 ずらした位置に配置してください。ピボットポイントを 3D カーソルに修正し、3つの壁面オブジェクトを選択した状態で Shift-D、R、Z、90と入力して回転複製を行い、90度回転させたオブジェクトを表示してみましょうか。内側角はこの両側オブジェクトのギャップを埋めるようにオブジェクトを生成しなければいけない、ということがわかると思います。そうしたら、コピー元のオブジェクトの方を3つとも選択し、タブで編集モードに入ってください。角に当たる頂点を選択し、Shift-S、カーソルを選択物に、で角に 3D カーソルを合わせてください。そうしたら、すべての壁オブジェクトで Y 方向の端に当たる辺をすべて選択しましょう。3D ビューポート左端のメニュー一覧から π 型のアイコン、スピンを選択します。マークで回転を行い、ビューポート左下のプルダウンメニューからステップを2、角度を90に変更してください。押し出した角部分については、Shift-G の類似選択等で全て選択し、P、選択で元の壁オブジェクトから分離を行ってください。分離した角オブジェクトからはミラーモディファイアを消去しておきましょう。そうしたら、角の真ん中の辺のみを選択します。G、X あるいは G、Y を入力の後、コントロールを押しながら移動することで角が直角になるように位置合わせを行ってください。そうしたら、生成された角オブジェクトについて、水平方向は現在の 3D カーソル、垂直方向は各オブジェクトの最下部に合わせるようにして、オブジェクトメニューから原点を設定、原点を 3D カーソルに移動、で原点を移動してください。余談ですが、このような、よく使うけどショートカットがない動作に関しては、メニューから動作にカーソルを合わせた状態で右クリックし、お気に入りツールに登録を行うことで、Q で呼び出せるようになります。各階の高さに 3D カーソルを合わせ、各オブジェクトの原点を設定していきましょう。それができたら、とりあえず各オブジェクトの位置がわかりやすいように、位置をずらし、ずらした位置に 3D カーソルを合わせてください。各内側各オブジェクトをすべて選択し、タブで編集モードに入って、A で全てを選択し、R、Z で回転を行って、135度を入力することで、内側角についても、外側角と同様に、角が X プラス方向に向くようにしてください。増やした壁オブジェクトについては不要なので消去しておきましょう。そうしたら、消したバリエーションアセットを補うため、デフォルトの壁アセットのうち最上階、中間階をコピーして、扉ありの壁面オブジェクトの上に持ってきておきます。さて、一応これで外壁面に関するオブジェクトはできたことになります。とりあえずここらで、右上のアウトラインエディタにてコレクションを整理しておきましょう。まずは扉オブジェクトの上に設置した壁面オブジェクトを、バリエーションアセットコレクションの中に戻しておきます。次に、内側各アセットオブジェクトを入れるコレクションを新しく生成しましょう。コレクション名は何でも構いませんが、後で見た時に分かりやすい名前にしておきましょう。このコレクション内に内側各オブジェクトをすべて格納しておきます。
ついでなので、名前もそれっぽく修正しておきましょうか。命名規則については、頭の数字の順番を変えないようにすることだけ注意してください。さて、これで完成、と言いたいところなのですが、ちょっと一個忘れていたことがあって、作業順序が前後してしまったのですが、外壁関連の修正、ということで先にまとめさせてください。こちらは内部空間用の修正ではないのですが、ジェネレータの更新に合わせたアセットの修正、ということでご理解ください。前回の更新において、稼働オブジェクトの角度を適合させる機能を追加したのですが、これが有効な稼働オブジェクトは角度が90度のものに限定されています。なので、外壁用の稼働オブジェクトも角度90度になるように更新していきましょう。まずは角度が90度になっていないオブジェクトを選択します。デフォルトでは各オブジェクトは角を X プラスの方向に向けています。これだと修正しづらいので、オブジェクト原点に 3D カーソルを合わせ、全体を選択して、R、Z、45度と入力して回転させておきましょう。その状態で角に当たる辺について、G、X などと入力してコントロールを押しながらスナップ移動することで、オブジェクトを直角になるように修正してください。それができたら再び全体を選択し、R、Z、-45と入力して、元の向きに戻しておいてください。再下部、ベベルをかけたオブジェクトについても同様です。まず、上部の柵は無視して、ピボットポイントをバウンディングボックスに設定した上で、下部のベベル面を選択し、S、Shift Z、0で面の水平方向のサイズを0にしてください。その上で A で全てを選択、M を入力し、距離でマージを行うことで、先ほどの面を垂直な辺に修正します。不要な頂点は溶解させておきましょう。そうしたら、Shift S で 3D カーソルをオブジェクト原点に合わせ、ピボットポイントを 3D カーソルに修正して、編集モードで R、Z、45と入力して修正しやすく回転させましょう。次に、先ほどと同じ要領で土台のメッシュについて角度の修正を行っていきます。やはり柵のことはとりあえず無視してください。土台のメッシュが修正できたら次は柵ですが、このままメッシュを修正する有効な手段があまりないので、決して新しく作ってしまいましょう。まずは土台のエッジの辺を E、Z で押し出しを行い、押し出しによって形成された面を P で分離して一つのオブジェクトとします。このオブジェクトに対して、適当に柵の形になるようにコントロール R でループカットを行ってください。3を入力して選択モードを面として、A で全てを選択し、I で面差し込みを行い、左下のプルダウンメニューから個別を選択して柵の形に面をカットします。それができたら不要な面を削除した後、ソリッド化モディファイアによって厚みを与えましょう。ソリッド化モディファイアを適用して、端っこの面を削除し、ベベルモディファイアを設定して適用、などの手順で柵らしい形にすることができます。ここまでいったら、柵と土台を結合し、オブジェクト原点に 3D カーソルを合わせ R、Z、-45で元の角度に戻しておきましょう。さて、これで今度こそ外壁関連の修正は完了です。さて、次は内壁面の作成に移っていきます。内壁面についても裏表があった方がいいので、やはりポリヘブンなどで壁面にふさわしそうなマテリアルをダウンロードしておきましょうか。別にこのマテリアルでなくても構いません。こちらも回答しておいてください。では、先ほどダウンロードしたファイルからマテリアルをアペンドしておいて、内壁面を作成していきましょう。まず、今まで作ったオブジェクトは G で Y 方向に寄せておきましょうか。Shift S で 3D カーソルをワールド原点に合わせましょう。Shift A でオブジェクトの新規作成を行って平面メッシュオブジェクトを作成します。こちらを編集モードにて S でサイズ変更してサイズを 0.5 倍とし、R、Y で回転を行ってメッシュ平面を X 方向に向けてください。G、Z、0.5 で移動を行い、原点がオブジェクトの最下部に来るようにします。そうしたら、コントロール R で縦方向にループカットを行い、片方を削除して、とりあえずミラーモディファイアで X、Y 方向を設定することで奥行き、左右対称オブジェクトとしましょう。それでは、面全体について押し出しを行い、マテリアルスロットを作成して、木材マテリアルを設定します。さて、ここから壁面の作成を行っていくわけですが、
基本的な作業については先ほどの外壁面内側の作成と同様なので、切りのいいところまでダイジェスト動画とさせてください。さて、これで内壁1個分がとりあえずできたかのように見えるので、とりあえずこれをコレクションに分けておきましょうか。コレクション名は適当で構いませんが、やはり自分で見た時に判別のつくものとしておいてください。さて、ではここで1個できたので横にずらし、という風にして裏面を見た時に、そういえば裏面を別のディテールにしようかななどと考えていたな、と、グダグダで申し訳ないですが、では内壁面の裏側も別に作成していきましょうか。まずはミラーモディファイアのうち X を無効化し、押し出しを行います。こちらは下部にだけ今までと同じディテールを入れていってみましょうか。こちらもこの部分は先ほどと同じなので、ダイジェストとします。さて、上の面に関しては裏側はクロス張りとしたいので、先ほどダウンロードしたマテリアルをこの部位に適用したんですが、このマテリアル、多分バージョンの関係で壊れていましたね。てなわけで修正します。マテリアルの修正は、実のところあまり本題とは関係ないので、ここもダイジェストとしてください。まあ、別のマテリアルをダウンロードしてくるのが一番手っ取り早いかなと思いました。すみません。そんなわけで、グダグダになりましたが、とりあえず扉なしの内壁面が作成できました。先ほども説明したように、内壁面は最低でも扉あり、なしの2種類が必要なので、扉なしの内壁面を改造して扉ありのものを作成していきましょう。まず Shift+D で先ほど作成した内壁面をコピーし、Shift+S で選択物からカーソルへを選択し、コピーしたオブジェクトを原点に持っていきます。そうしたら、透過表示を設定した上で、オブジェクトのメッシュのうち、動画のように、Y 方向について内側に位置する壁面のメッシュをすべて選択し、これを消去します。ドアの形がイメージに合うように、若干枠の位置を変更するなどします。オブジェクトを確認すると、表面と裏面の隙間が空いていることがわかると思いますので、ここを E の押し出しや F の面作成などで埋めていきましょう。面が埋まったら再び A で全てを選択。M でマージを行います。側面を選択して Shift+D で複製。Alt+E で方線に従って押し出しを行い、左下のプルダウンメニューから均一オフセットを選択することで、扉枠を作成します。マウスオーバーで L を入力して扉枠のみ選択し、S、X で奥行き方向のサイズをコントロールして、扉枠に壁との段差を持たせておきましょう。そうしたら、扉枠もシームをマークして UV 展開し、UV の向きを整えておきましょう。次に、扉枠から扉を作成しましょうか。扉枠の端一辺を選択して E で押し出しを行い、できた面を選択して Y で面の分離を行います。面が分離できたら G、X として面を扉のあるべき適切な奥行き位置に移動しましょう。面を選択して P でオブジェクト分離を行い、扉を独立したオブジェクトにした状態で、オブジェクト原点を扉メッシュの最下部に設定しておきましょう。そうしたら扉のディテールを作成します。まず、扉オブジェクトのミラーモディファイアで Y に加えて X も有効化しておきましょう。扉のディテールを作成していきます。これについては、先ほどまで壁のディテールを作成していたのと同じ要領でやればいいので、こちらもダイジェストとさせてください。扉のディテールがだいたいできたな、と思ったらこちらも同様にシームをマークして UV 展開を行っておきましょう。壁が全面木材なので、若干扉が目立たない、ということで、扉のマテリアルは他の木材のマテリアルと分離しておきましょうか。わかりにくいですが、マテリアルプロパティのマテリアルスロット一覧の下にあるマテリアル名の横の数字ボタンをクリックすることで、マテリアルのコピーが作成できます。元の木材マテリアルのベースカラーに対して、色相、彩度、明度をいじる、という方法で設定を行っています。なお、クロス張り壁面でも行っていますが、このようなマテリアルをノードでいじる方法は便利なものの、FBX 出力を考えるときには、やらない方がいい、ということは認識した方がいいかもしれません。さて、このままで扉と呼べるか、微妙ですね。扉にはドアノブがなければいけません。
ということで、ドアノブを作っていきます。まず、ドアノブを置きたい位置のメッシュを選択して、シフト S で選択物の位置にカーソルを合わせましょう。ミラーモディファイアのクリッピングを切っておいて、シフト A のメッシュ新規作成から円を作成します。円の頂点数は適当に調整しましょう。円ができたら S で適当なサイズに調整。R、Y、90で回転させ、F で面を貼っておきましょう。それができたら、E で押し出し、S でサイズ調整、I で面差し込みを適宜使用して、それらしい形のドアノブを作成していきましょう。ドアノブが木だとなんかおかしい、ということで、ドアノブに関しては新規マテリアルを割り当てていきましょう。まず、新規マテリアルを作成して、ドアノブに新規マテリアルを割り当てます。若干カクカクしてるのでスムースシェードを設定し、オブジェクトデータプロパティのノーマルの自動スムースでスムースがかかる角度を調整していますが、今回の場合はそもそもドアノブの形状がもっと細かい方がいいかもしれません。まあこのあたりは適当にどうぞ。マテリアルを編集していきます。また、利便性のためドアノブオブジェクトは P で分離しておきましょう。マテリアルにテクスチャを利用したいので、UV 展開も行いましょう。選択メニューの辺の鋭さで選択を選ぶことで角度の大きい辺のみ選択し、ここにシームをマークしておきます。シームがマークできたら UV 展開を行います。UV 展開できたら、再びマテリアルの編集に戻りましょう。マスグレーブテクスチャノードを呼び出し、コントロール T でマッピング元ベクトルを設定し、マッピング元を UV マップノードに修正しておきましょうか。マスグレーブテクスチャを直接アウトプットにつないでスケールを調整し、プリンシプル BSDF に戻して、テクスチャをプリンシプル BSDF の粗さにつないでおきましょう。なんとなく質感が出たのがわかると思います。そうしたらメタリックの数値を上げることで、なんとなくドアノブの質感が金属っぽくなったのが見て取れると思います。あとはカラーランプなどを使用して適当に編集します。形状についてもコントロール B のベベルなどを用いて適宜編集しましょう。ちょっと完成度の高いドアノブとは言い難いですが、とりあえずこんなもので、ミラーモディファイアの Y は無効化しておきましょう。気がついたらちょっとドアの質感が変な感じになってしまっていたので、こちらはフラットシェードに直しておきましょうか。扉板のミラーモディファイアについて、X を無効化した状態で適用を行いましょう。再度ミラーモディファイアを設定して、X 方向のミラーリングを設定しておきます。その状態でドアノブオブジェクトと扉板のオブジェクトをコントロール J で結合しましょう。そんなこんなでとりあえず扉ができました。扉の原点は後々編集したい場合を想定して、蝶番の中心位置に設定しておきましょう。また、屋内空間を作る上で演出上、照明が不可欠なので、とりあえず自動生成だけでも照明を設置できるように扉横に照明を設定しておきましょう。扉横の壁面に 3D カーソルを合わせ、オブジェクトモードに戻って、シフト A の新規作成でメッシュ円を生成します。タブで編集モードに入り、R、Y、90と入力して円を X 方向に向け、S で適切なサイズに修正して、F で面を貼っておいてください。それができたらマテリアルスロットで先ほどのドアノブと同じマテリアルを設定し、ドアノブと同じ要領でランプを作成していきましょう。横から見た状態でコントロールを押しながら右クリックを行うことで、カーソル位置に向けた面の押し出しを行うことができるので、これを用いて曲がったランプ台を製作することもできます。曲がり角に対しては、各部分の辺を選択し、コントロール B でベベルを行って、スクロールホイールでベベル辺の数を調整しましょう。ランプ指示台ができたら再び先ほどと同じ要領で今度はランプシェードを作っていきます。ランプシェードができたら、シェード部分だけを選択し、新規マテリアルを作成して割り当てます。このマテリアルには放射シェーダーを設定しておきましょう。ランプオブジェクトは扉オブジェクト、扉のある壁オブジェクトと同じコレクション内に格納しておき、ミラーモディファイアを適用します。ミラーオブジェクトを壁オブジェクトに設定して、壁に対して対象にメッシュが存在するようにします。これができたら光源を設定しておきましょうか。まず、ランプメッシュを利用してランプシェードの真ん中に 3D カーソルを合わせます。オブジェクトモードで Shift A で新規作成を行い、ポイント光源を作成してください。
ポイント光源のサイズをオブジェクトデータプロパティの半径で調整し、壁を貫通せず、ランプシェードよりは大きいサイズに調整してください。それができたら、ポイント光源を Shift+D でコピーし、壁に対して対称な位置にも設定しておきましょう。2つの光源オブジェクトは、Ctrl+L でオブジェクトデータをリンクさせておきましょうか。これによってワット数等が連動するようになります。そこまでいったらランプと光源をすべて選択した状態で、適切な位置になるように位置調整を行っておきましょう。ちょっと説明が抜けてしまっていましたが、内壁オブジェクトについては、それぞれ扉のない内壁オブジェクトを一つのコレクション、扉のあるものの内壁オブジェクト、扉オブジェクト、ランプ、光源をまとめて一つのコレクションとしておいてください。そうしたら、このままでは内壁扉オブジェクトを一つのオブジェクトとして配置するには不都合があるので、こちらをコレクションインスタンスとしたいと思います。まず、同一フォルダ内に新しくフォルダを作成しましょう。こちらがコレクションインスタンスを格納するコレクションです。扉のある内壁オブジェクトコレクションを非表示として、新しく作成したコレクション内にコレクションインスタンスの作成を行い、扉ありの内壁オブジェクトの入ったコレクションを対象に指定してください。それによって、内壁オブジェクト、扉オブジェクト、ランプ、光源が一体化したオブジェクトとして振る舞うインスタンスを作成できます。そんなこんなで、内壁オブジェクトは作成できました。だいぶん大変だったと思いますが、あとちょっとです。では、次は内壁面の可動オブジェクトを裏表作成していきましょう。手順は外壁面の可動オブジェクトを作った時と基本的に変わりません。まず、内壁面オブジェクトを選択し、カーソルをオブジェクト原点に合わせてから原点位置を X 方向に -0.5 ずらしてください。ピボットポイントを 3D カーソルに合わせて、R、Z、90と入力し、90度回転した位置にオブジェクトを生成します。そうして、まずは Y 方向端部の側面にあたるメッシュを削除し、角にあたる頂点に 3D カーソルを Shift+S で合わせましょう。左右端部にあるメッシュをすべて選択して、左側メニューからスピンを選んでスピン押し出しを行います。この際、角度が90度、ステップが2になるようにしてください。そうしたら、角にあたるメッシュのみを選択して、角オブジェクトを分離します。増やした方の壁オブジェクトは不要なので消去し、角オブジェクトからはミラーモディファイアを削除してください。そうしたら、先ほどまでと同じように UV 展開し、またメッシュの修正を行っていきましょう。内側角オブジェクトも同様に作成を行っていきます。ここは同じことの繰り返しになるので、ダイジェストとさせてください。ここでも UV 展開を行いますが、動画ではなぜかここで手動展開してますね。あんまり意味はないので、自動でやった方が手間がかからなくていいと思います。オブジェクト原点位置を設定していなかったので、ここで設定しておきましょう。角の最下部に Shift+S でカーソルを合わせ、オブジェクト原点を 3D カーソルに合わせていきます。見やすいように外側、内側の可動オブジェクトを移動しておきましょう。可動オブジェクトはそれぞれ角が X プラス方向を向くようにメッシュを修正していきます。Shift+S でオブジェクト原点にカーソルを合わせた状態でタブで編集モードに入り、Shift+A で全てを選択して、R、Z と入力してメッシュを回転します。外側角オブジェクトは -45 度回転させてください。内側角オブジェクトも同様にメッシュ回転を行います。回転角度は135度に設定してください。さて、これで不要なオブジェクトを消したら、ようやく外壁面オブジェクトの修正と内壁面オブジェクトの作成が完了です。とても長かった。そうしたら、可動オブジェクトをそれぞれ別のコレクションに格納しておきましょう。コレクション名は何でもいいですが、それぞれ内壁の外側角、内側角であることがわかるような名前にしておくといいと思います。さて、とりあえずこの時点で、内壁オブジェクトの格納されたコレクションの確認を行っておきましょう。まずこちらがデフォルト、扉なしの内壁オブジェクトが入ったコレクション。そしてこちらが扉ありの内壁オブジェクトが入ったコレクション。そしてこちらが外側可動オブジェクトのコレクションで、こちらが内側可動オブジェクトのコレクションです。
こんな感じで自分にわかるように各オブジェクトをコレクションに分割しておいてください。アセット全体をまとめたコレクションにも識別できるような名前を付けておきましょう。あともう一つだけ。どこまで追加があるねん。という話ではありますが、これで本当に最後、一つだけ追加のアセットを。壁と同じ要領で、Y 方向に1メートル、Z 方向に1メートルのサイズの面を作成し、ここに作型のオブジェクトを作成しておいてください。今までの制作方法と全く同じなのでやはりダイジェストとさせてください。マテリアルは木材マテリアルを使用しましょう。こちらは階段の手すりにあたるオブジェクトです。適当なコレクションを作成し、こちらはオブジェクト自体に識別できるような名前を付けておいてください。さて、いよいよ本当にアセット作成は完了です。では、いよいよ本題。建物ジェネレータを用いて内部空間を制作してみましょう。とはいえ、いきなり始めてしまう前に、ちょっとだけ建物ジェネレータの仕様についてご説明しておきたいと思います。今までは割と雑に認識していても作れたのですが、内部空間を作る都合上、仕様をある程度認識しておいた方がなぜこうなるのか、ということが理解できるかもしれない、という感じです。まず、メッシュオブジェクトをどう各部位に分けているか、という話です。こちらは、面方線による判定を行っています。まず、垂直面は壁として判定されます。外壁であるか内壁であるか、の区別はされません。次に、上向き斜め、あるいは上向き水平の面は傾斜屋根または6屋根として判定されます。最後に下向き斜め、下向き水平の面が残りますが、これらを床面、または階段として判定し、そのように作成する、という機能を今回追加しました。次に、壁面について、どうやって最上階、中間階、地上階の判定を行うかについてです。まず、垂直面がすべて壁と判定されるわけですが、この最低点の Z 座標がオブジェクト原点の Z 座標と一致するとき、この面は地上階の壁として判定されます。次に、垂直面の最高点における辺ノーマルの Z 成分が1より大きいとき、最上階として判定されます。ちょっとこれはイメージしづらいかもしれません。上記に挙げた条件のどちらでもないとき、中間階として判定されます。さて、ここまでよろしいでしょうか。よろしいか、と聞かれても、言葉だけでは意味不明かもしれません。とりあえず先ほど挙げた条件判定を頭の片隅にでも入れていただいた上で、ジェネレータを使って内部空間を作っていきましょう。では、まず定石通り、先ほどのファイルを保存した後、ファイルの新規作成を行い、デフォルトキューブを削除してください。そうしたらファイルメニューからアペンドを選択し、先ほど作成したコレクションの全体をこちらのファイルにアペンドします。アペンドしたら全体が確認できますね。ちょっと変な感じになってるのは、コレクションインスタンスにしたオブジェクトコレクションも表示されてるせいで被って見えてるからです。こちらを非表示にすると、先ほど作成していたデータと同じであるのが確認できると思います。そうしたら、呼び出したアセットオブジェクトについては非表示とし、また、呼び出したアセットオブジェクト全体を格納するコレクションにアセットであることを示す名前を付けておきましょう。そうしたら、次はジェネレータのジオメトリノードをアセットで呼び出しましょう。新しくダウンロードした最新版の配布ブレンドファイルから、ノードツリーに入り、ポリビルディングジェネレータ100という名前のノードをアペンドしてください。すると、ノードとともに、いくつかのコレクションがアペンドされます。このうち、原点付近に現れた2つのメッシュオブジェクトについては、アセットコレクション内に適当な名前を付けたコレクションを作成し、こちらに格納しておいてください。他のコレクションは使わないので、動画ではコレクションに格納していますが、削除してしまっても構いません。これでこのファイルの下準備が完了。それでは Shift+A でメッシュの新規作成を行ってください。こちらにジェネレータを適用します。Modifier Property からジオメトリノードを選択し、プルダウンメニューから頭に0がついた、ポリビルディングジェネレータ100という名前のジェネレータを設定します。すると、メッシュオブジェクトにチェッカーテクスチャが表示され、また Modifier Property 欄に長い入力欄が表示されたと思います。まず前回のおさらい的に、壁面オブジェクトコレクションの設定はこちら。
マテリアルの順番に壁面オブジェクトコレクションが割り振られる形になります。まずは簡単に、前回と同様、デフォルトの外壁コレクションと、バリエーションの外壁コレクションだけを1個目と2個目に設定し、モジュールスケールを適当に修正して、メッシュを立ち上げてみましょう。編集時重くなるのを避けるために、編集中のモディファイア表示は切っておいてください。前と同じですね。地上階オブジェクトの形状で立ち上がったのが確認できるかと思います。さて、ここでちょっとだけ、前回追加された機能の角オブジェクトの角度適合について確認してみましょうか。このように、90度でない角度の壁面を作成したとき、自動で角オブジェクトの形状を角に適合させてくれます。これによってより自然な建物モデリングができると言えるのではないでしょうか。さて、こんな感じで平面形状を作っていった後、本題、内部空間の作成に移っていきたいと思います。まず、最上部の面をすべて選択して削除してください。この時点で、ジェネレータの出力を確認すると、作成した外壁面内側が表示されているものの、内側角が抜けているため、このままだと内部空間が作れている、とは言えないな、というのがわかると思います。それでは、こちらの入力欄で、内側角オブジェクトの設定を行っておきましょう。コーナーオブジェクトパラメータ、コーナーアジャストメント、と書かれた入力欄の位置で、セットエッジイーブンイフコンケーブという欄を1に、コンケーブコーナーオブジェクトに内側角オブジェクトコレクションの設定を行います。すると、内側角が埋まったのが見て取れると思います。なんとなく内部空間らしくなってきたので、それでは内壁を作成するべく、まずは床面を割っていきましょうか。なんとなく部屋割り用に床面が割れたな、という感じになったら、試しに壁面を立ち上げてみてください。おっと、なんかめちゃくちゃ変な結果が出ました。ここで、バグってる、と叫びたくなりますが、ちょっと落ち着いて、ビューポートオーバーレイで面の向きを表示してみてください。こうしてみると、1枚だけ面の向きが逆転してるのがわかりますね。こちらを他の面と同じ向きにしてみましょう。面反転もよく使うので私はお気に入りツールに入れています。ここで出力を確認すると、若干見づらいですが、変な出力は消えているのが確認できると思います。ただ、この状態だと内部空間のはずの部位に外壁面があるって感じですね。こちらを修正していきましょう。まずはマテリアルプロパティに移り、壁面コレクション指定用のマテリアルを指定したい壁の種類数だけ作成していきましょう。モディファイアプロパティの壁アセットコレクションの入力欄にも、3番目と4番目に内壁アセットのコレクションを入れておきましょうか。そうしたら、ビューポートオーバーレイで面の向き表示を切って、内壁にしたい面に先ほど作成した3番目のマテリアルを適用してみましょう。出力を確認すると、先ほどマテリアルを変更した面が無事内壁に入れ替わったのが確認できるかと思います。ただし、この状態では角オブジェクトは入れ替わってないので若干おかしいですね。なので、こちらは角オブジェクトの入れ替えのためのユーティリティを使用します。チェンジコーナーオブジェクトと付けられた入力欄にて、コーナーバリエーションコレクション01に内壁の外側角オブジェクトのコレクションを、コンケーブコレクションに内壁の内側角オブジェクトのコレクションを入力してください。また、入れ替え対象となるマテリアル ID の上限、下限を設定します。マテリアル ID は0始まりなので今回の場合2から3ですね。ここまで設定できたら、セットチェンジエッジオブジェクト01という入力欄を0から1に切り替えてください。ここで出力を確認すると、無事角オブジェクトの入れ替えができたことが確認できると思います。試しに面反転してみると、やはり内側角も正しく入れ替えが行われていることがわかると思います。こんな感じで、なんとなくわかったと思いますので、思った通りの建物になるように適当にメッシュ編集を行っていきましょう。さて、壁は立ち上がってきたのですが、このままだと部屋間の移動ができない変な建物になってしまいますね。内壁のうちいくつかを扉ありの内壁に入れ替えてみましょうか。扉ありの内壁に入れ替えるためには、単純にマテリアルを3個目から4個目に変えるだけで十分です。
さて、壁がそれっぽくなってきましたね。ここで試しにビューポートシェーディングをレンダリングに切り替えてみると、ちゃんと光源が設定されていることも確認できると思います。内壁がだいたいできたかなと思ったら、内壁メッシュを外壁メッシュからシフト G の類似選択等を用いて分離しておきましょう。こうすることで、外壁と内壁が交わる部位でか土形状に齟齬が生じるのを防止することができます。さて、だいぶんそれっぽくなってきましたね。厳密に言うと、内壁角がちょっと外形にはみ出てたりとおかしなところはあるんですが、これは外壁オブジェクトの壁面を原点より X 側にずらすようにアセットを作る、などで防止できます。今はこのままでご容赦ください。内部空間ができてきたことで、床がただの白なのがちょっと気になってきましたね。床の設定は、画面に示したフロアパラメーターという入力欄にて変更できます。まず、床設定を行うためにはマテリアルが必要なので、さっきアペンドしたけど結局使ってないタイルドフロアを使用しましょうか。こちらのファイルにアペンドしましょう。そうしたら、先ほどアペンドしたマテリアルですが、そのまま入力する前に、ちょっとだけ編集する必要があります。シェーダー設定を見るために、一旦適当なメッシュオブジェクトを作成して、マテリアルを設定してみましょう。デフォルトでは UV マップのマッピング元がテクスチャ座標の UV マップになっていますが、こちらを属性ノードに切り替え、名前に小文字で UV マップと入れておいてください。そうしたら先ほどのマテリアルを、下方にあるフロアパラメーターという入力欄にてフロアマテリアルという項目に入れてみましょう。このように、床面にマテリアルが設定されたのがわかると思います。そうしたら、とりあえず1回の作成は完了、としましょうか。次は2回に移っていきます。さて、2回を作成するにはまず2回の床が必要なので、1回の床を Shift G の同一平面上などで全て選択して、Shift D、Z で壁面の上に複製を行い、P で分離を行います。分離できたら、こんな感じの謎のディテールが生まれますが、とりあえずあまり気にせずに、上のメッシュオブジェクトに編集対象を移し、こちらを全て選択して E で押し出しを行います。押し出した先の上の面については消しておきましょう。一旦オブジェクトモードに戻ってみると何かおかしな結果になってるのがわかると思います。ここでビューポートオーバーレイで面の向きを表示し、編集モードに戻ってください。こちらで確認すると、水平面が上向きで、垂直面が内向きになってるのがわかると思います。これだとうまく作れないので、それぞれ反転してください。ビューポートオーバーレイで面の向きを非表示にすると、正しく出力されたことがわかると思います。さて、これでとりあえず2階の外壁面ができた、ということで、ここから内装を作っていきましょう。2階と1階の違いは何か。そう。2階は階段がなければ成立しないですね。というわけで階段を作るところから始めたいと思います。こちらの入力欄で階段と手すりについてのパラメータ入力を行うことができます。まず、階段が存在するためには床に穴が開いていなくてはいけません。まず、編集モードで床に穴を開けてみましょうか。床に穴を開けると先ほども何か見た気がする謎のディテールが表示されます。これは何か。それを解決するためには、まず手すりのパラメータを入力しなければいけません。ハンドレールパラメータからハンドレールオブジェクトという入力欄で、先ほど作った手すりのオブジェクトを入れてみてください。おっと、なんだこれは。手すりのオブジェクトを確認したところ、スケールを適用するのを忘れていましたね。こちらを適用してください。このように、回転、スケール、減点位置をミスることによって予期せぬ結果を招くことがあります。アセットは適宜これらの適用がされているかどうかについて注意してください。お騒がせしました。こちらが正しいアウトプットです。穴に対していい感じの手すりが生まれましたね。このままではただの床に開いた穴でしかないので、ここから階段を作っていきます。このように、床から上下に斜めの面を伸ばすと勝手に階段になってくれます。便利ですね。ちょっとどういう階段構造にするか、というのは大いに悩ましいところではありますが、試行錯誤しつつ階段を作ってみてください。とりあえずこれでいいかな、という階段ができたとして、階段の端にも手すりがついているのが邪魔だと思います。これを取り外します。コントロール R でループカットを行い、階段の端っこを別の面にしましょう。
この端っこの面をマテリアルプロパティで適当な別のマテリアルに変更しましょう。マテリアルは何でも構いません。出力を確認すると、階段の端から手すりが消え、とりあえず階段と呼べるものができてるな、というのが確認できると思います。そんなこんなで階段はできたのですが、階段が真っ白なのはちょっと気になりますね。階段のマテリアルも設定しておきましょう。ステアケースパラメータのフットステップマテリアルにウッデンフロアとなってるマテリアルを入れてみましょう。こちら、先ほど作った床のマテリアルと同じく、通常のマテリアルの UV マップ元だけが属性名小文字の UV マップに変換されたマテリアルです。踊り場と階段の材質が違うのは若干気になりますが、ここは使用上の都合というやつです。微調整を行っていきます。手すりは、こういう折り返しの部分でおかしくなりがちなので、回転角度に余裕を持たせた方が処理がきれいにできます。まあそんな感じで全体含めた調整を行っていくわけですが、ふと、床面がペラ1で厚みがないのが気になりますね。床面に厚みを持たせるのは、フロアパラメーターの項目でできます。フロアパラメーターのエクストルードヘイトに適当な厚み、シーリングマテリアルに適当なマテリアルを入れ、エクストルードフロアを0から1にすることで床面に厚みを持たせられ、かつ床面と天井面に違うマテリアルを設定することができます。では、だいたい階段や床関連は何とかできた、ということで、1階と同様2階にも部屋を作っていきましょうか。作業内容は先ほどと全く同じなのでダイジェストとさせてください。なお、壁コレクションやマテリアルを設定、各オブジェクト設定などは元の設定がコピーされているので再度行う必要はありません。さて、2階もなんとなくいい感じになってきたのではないでしょうか。そうしたら、先ほどと同様、シフト S の類似選択、マテリアル等で内壁に当たるメッシュをすべて選択して、内壁と外壁を P で分離しておきましょうか。引き続き微調整等はいろいろできますが、とりあえずのところ2階についてもこれで一応完成、とさせてください。さて、ちょっといろいろあって時間を飛ばし、2階と同様に3階の外枠だけ作成した、という状態になりました。それでは最後に、最上階の処理をどうやっていくか、などの説明で締めにしたいな、と思います。建物の構造的に、2階までの部分と3階までの部分がある建物、みたいなのってよくありますよね。そんな感じの構造にすべく、まず3階フロアを部分的に削っていきましょう。まずは単純に壁を消します。壁の反転は都度修正しましょう。ここからどうするか、迷うところですが、今回は屋外部分の床を削除しておきます。と、ここで出力を確認すると、手すりと壁が重なってる部位が生まれてしまっています。手すりの設定条件は図の通り、フリーエッジ、つまりその辺を共有する面が1枚だけで、かつ面の方線が下向きの時につく、という設定があります。今回の場合、垂直面と水平面が分離してしまっていることが原因なので、これを修正しましょう。これで修正できました。あとは、まず、2階の張り出し部分をどうするか、について考えましょうか。ここでこの図を思い出してみてください。すなわち、このジェネレーターで最上階と判定されるためには、垂直面と上向きの面が上端で接続されていなければいけない、ということになります。では、2階の張り出し部分について、垂直面の上辺を選択して、ここに F で面を貼ってみましょう。はい。このように、最上階アセットが適用されたのが見て取れると思います。同様に、3階の垂直面の上をすべて選択して F で面を貼ってみましょう。こちらも、このように面が貼られたことで最上階アセットに切り替わったのが見て取れると思います。さて、最上階になったわけですが、一つ問題が、このままだと、内部空間の構成を作業中に確認できませんよね。そこで、屋根表示のオンオフを切り替えるユーティリティを追加してあります。ルーフパラメータのビュールーフを1から0に切り替えてみてください。すると、最上階のまま、屋根だけが切り替わったのが見て取れると思います。それでは、最後に、各階を別々のコレクションに分類しておきましょうか。そんなこんなで、
今回の内部空間付き建物作成は終了です。皆さん、長時間お付き合いありがとうございました。ここからは余談です。いかがでしたでしょうか？今回は前回に比べてやることが多く、いろんな意味でちょっと発展的な内容になりましたので、ちょっと難しかったかもしれませんが、ぜひ自分だけの建物を作ることにも挑戦してみていただけたら嬉しいです。ちょっと卒業制作の話を最初にしたので、昔話をすると、まあとにかく学生さんとかだと、遅れを取り戻すためには何かその分すごいことをしなければいけない。そんな感じで自縄自縛に陥ることもあるかなと。しかし、自分の考えたことをとりあえず最低限人に見せられて、説明できる形にする。それぐらいの目標設定が案外取っかかりにはちょうど良かったりもします。そんなわけで、このジェネレーターがとりあえず皆さんの考えをまとめたり伝えたり、そんなことの役に立つツールになれば嬉しいです。ではでは、またお会いしましょう。